こんにちは、アカデミアの富代です。今回のテーマは、優しさ、可愛らしさなど、ニュアンスを表現する方法について深掘りしてみたいと思います。前回の動画で形の捉え方の中で少し触れましたが、美容師はお客様のニュアンス表現をどのように捉えてデザインすれば良いのでしょう。可愛らしい感じ、女性らしく、インテリジェンスな感じ、キャリアウーマン風などいろいろな表現が出てきます。時には長さやヘアスタイルはあまり変えたくない、でも気分は変えたいなど、自分でもどうして良いのかわからないなど、難しい女性の気持ちをヘアデザインで表現し、喜んでいただけるようにしなければなりません。そこで僕が前回紹介したバシリー・カンデンスキーの点線面での理論で分かりやすく表現する方法を説明したいと思います。僕が初めて知ったのはヘアデザイナーになってすぐのこと。美容師の業界誌でカンデンスキーの点線面を特集していて、それを読んだことで初めてその素晴らしさを知りました。その理論を知ることで、その後僕のヘアデザインに大きく影響を与えました。ヘアカットデザインを感覚だけで見て覚えろといった職人の世界から分かりやすく理論化して、誰でもカットデザインすることができるようになり、美容室をビジネス化したのがロンドンのビダル・サッスンでした。もちろん彼もバウハウスのカンデンスキーが教えていたこの理論を知っていたのです。その後僕もベルリンにあったバウハウスを訪れ、大変刺激を受けました。前回ヘアスタイルの形を認識したり、顔とデザインするヘアのバランスを取るときや、左右の比較をするとき、点と点を見比べ見えない線でバランスを取っているといったことを少し説明しました。今回は線が持つ感情とはどのようなものかについて説明します。これを知ることでお客様のニュアンス表現をデザインすることがあなたもできるでしょう。はじめにカンデンスキーは世の中のありとあらゆるものは点から始まると言っています。最初にこの四角の中に点を打った絵画が見る人にどのような感情を与えるかについて説明します。じっくり見ているうちに点に吸い込まれるような感じがするといった感情を持つ人が多くいます。もちろんキャンバスの中の左寄りや右上など位置を変えると、また見る人に動きを感じさせ、いろいろな可能性を感じさせます。では前回物の形を人間が認識する上で点を意識することで形を感じ、例えばこのように4つの点を打つと四角を感じ取ることができます。四角の形を感じ取るということは、そこにはこのように四角の面を感じているということになります。美容師の場合、点で形を捉えて次に面の中身に目をやります。すると毛流、髪質、動きなどを感じ取り、デザインするときにはっきりしたイメージがつかめます。詳しくは前回の動画を見てください。では本題である線が持つ感情について説明します。日常生活の中であまり意識していない水平線や垂直線、対角線など、実は造形の要素として人間の心理に深く影響しています。はじめに水平直線とはどんなイメージを与えるのでしょう。このように下の方に引かれた水平直線はもともと持つ内面、人間が生活している基線、元になる線です。平均感覚やありとあらゆる面に影響を与える元となる線になります。この線は横とある受動的な線で女性的な線と言われています。直線の水平線は冷たさとか平坦さを感じさせ、私たちは平面で生活していますので、無意識のうちにこの水平線を潜在し、水平線を意識した上でバランスをとっています。精神を安定するには丘の上から海の水平線を見ていると心穏やかになり、落ち着きを取り戻すと言われています。ですから床が斜めに傾いた家に長く住むと感覚がおかしくなります。気が狂いそうになります。ロンドンのキングスロードにあるビビアン・ウェストウッドのお店に行くと、ショップの床が斜めに設計されています。長くいると変な気持ちになります。平均感覚やありとあらゆる面に影響を与える元となる線ですので、その上で立ったり動いたりすると床が傾いていることで人間にいろいろな狂いを生じさせます。特にヘアカットなどの目線は水平に保つことでヘアカットの狂いが少なくできます。逆に言うと目線が斜めになるとカットラインが狂いやすくなります。水平線は様々な横への広がりや冷たさ、平坦、安定、
落ち着きなどイメージを与えます。では水平線をキャンパスの真ん中に引くとどうでしょう。このように引かれた線は平坦、安定、横への広がりの印象はもちろんですが、上下への分断するイメージを与えます。ですから前髪だの上下を分担することで小顔に見せたり、いろいろアレンジする時に役立ちます。もちろん同じワンレングスでも長さをカットして分断することで印象を変えることができます。次に縦の垂直ラインです。この線は立ち、歩み、自ら運動する線と言われています。高く上り成長し、能動的で男性的な線です。同時に可愛らしさ、若々しい、フレッシュを感じさせます。この直線の垂直線をより感じさせるスタイルを作ることで説明したニュアンスを与えることができます。この垂直線は紅葉を感じさせ、暖かさを持っています。上に行けば行くほど太陽を感じ、暖かいイメージを与えるということです。水平線より上に行くと暖かく感じ、下に行くと冷たく暗く感じます。またカンデンスキーは線には色があると言っています。直線の対角線は対角線において平坦と紅葉を両方持った線と言えます。冷たさと暖かさ、若さと安定、両方を兼ね備え持つ線となり、ヘアスタイルにおいてミステリアス、知的、個性、アンバランス、不安定などのイメージです。よくお客様が優しい感じ、フレッシュ、セクシー、シャープな感じという表現を使ったイメージを伝えてきますが、このラインの使い方でこのような感情を表現することができます。またラインには折れ線があります。折れ線の持つ感情はどのように考えるかというと、折れ線は角のある線で2つ以上の直線が組み合わさってできています。線は角のある線で2つ以上の直線が組み合わさってできています。A のように2つの折れ線は角度によって点である先が鋭くなったり鈍角になったりします。また3つの交わることのない方向を示します。鋭い折れ線は方向を感じさせ動きを表します。鋭角は内面の概念の鋭さと極度の能動性を表します。鋭い角を持った折れ線は刺さるような恐怖を感じます。しかし同時に若さや青春といったニュアンスを表現することもできます。パンクファッションの人たちがしていたモヒカンヘア、通称トサカヘアに代表されるように内面の鋭さや反抗などを感じさせます。B、鈍角には政策安定後の不満の感覚と無力感を感じさせます。60度の角を有する折れ線を合わせると正三角形を形成し、90度の角を有するものは四角形を形成します。C、角が多くなればなるほど円に近づきます。ですから形には五角形や八角形などありますが、角が多くなればなるほど遠目には丸に見えてしまうのです。折れ線の場合はどんな場合も角の点が確認できます。円になると点は確認できません。D の円は鈍角から生まれた角のない線です。鈍角で曲がった一本の線が曲線です。曲線は内から外に膨らむ力が感じられ、同時に外側から内に押し込もうといった圧力を感じます。曲線の内面性は角のトゲトゲしさがなく、甲には忍耐性を多く秘めた力が加わります。忍耐を秘めた線を円軸と呼びます。線には直線、水平線、垂直線、対角線、折れ線、曲線があります。人体は有機的な美しい曲線でできていますが、同時に骨格は関節、点を有し、折れ線でできています。では曲線はどのような印象を与えるのでしょう。曲線は女性的な線で、優雅、優しさ、円熟した経験を積んだ大人の円熟した女性のイメージを持った線と言えます。線には大きく分けて直線と曲線に分かれ、これから説明する線には感情があります。どういうことかというと、ヘアスタイルの場合の線とは顔を中心にフェイスラインに沿って形作るシルエットライン、外側のラインとヘアラインと言われる内側のラインがあります。内側のラインとは毛流や質感といったものです。アウトラインの線をどのような形にするかによっても変わり、内面であるヘアライン、髪の質感や毛流をどうするかによってニュアンスが変わります。ですから線の取り扱いはデザイン上とても大切です。ここでは
アウトラインではなくテクスチャーといった紙の直線やウェーブ線の種類によって変わるイメージの変化について主に説明します。この図のような線を使い分けることでいろいろなニュアンスを表現できます。ではこれらの線はどのような印象を多くの人に与えるのでしょう。ここでは大まかに線を分類してみます。まずは縦の垂直線、直線の水平線、折れ線、大きい曲線、小さい曲線、ごく小さい曲線。ヘアスタイルを例にとると、縦の垂直線で作られたボブ。この線は立ち、歩み、自ら運動する線と言われていて、高く上り成長し、能動的で男性的な線です。この垂直線は紅葉を感じさせ、暖かさと冷たさを併せ持っています。同時に可愛らしさ、若々しさ、フレッシュを感じさせます。この直線の垂直線をより感じさせるヘアスタイルを作ることで、若さ、フレッシュなどのニュアンスを与えることができます。直線の水平線は分断する線と言いました。ヘアの前髪で見てみましょう。顔に横のラインを入れて分断することで顔の大きさなど変化をさせることができます。ここでは前髪のアウトラインの変化について説明しましょう。直線や曲線、対角線、折れ線を使った前髪でどのような印象かを見比べてみましょう。水平線で切られた前髪は目が強調され、シャープなイメージで、時にはインテリジェンスを感じさせ、落ち着いたイメージです。前髪を曲線にした場合、優しさと可愛らしさが出てきます。折れ線で切られた水平線の前髪は少し角ができた分、若さが出てきて、個性も出てきました。斜めの対角線を持った前髪は不安定でミステリアスで強い個性が出ます。このようにいろいろな印象を与えます。直線の対角線を持ったヘアスタイル。直線を持ったヘアスタイルでも対角線においては平坦と紅葉を両方持った線と言えます。冷たさと暖かさ、若さと安定、両方を併せ持つ線となり、ヘアスタイルにおいてはミステリアス、知的、個性、アンバランス、不安定などのイメージです。男並みに仕事をするできる女性像になります。仕事をテキパキとこなし、強くインテリジェンスを感じさせるヘアスタイルになります。ですから社会でトップを目指す多くの女性はこのスタイルを好みます。縦の折れ線、ウェーブを持ったヘアスタイルです。大きな曲線より突飛した直線ですので、若さがあって突っ張った感じや個性的などのイメージを与えます。では、曲線を持ったヘアスタイルはどんなイメージでしょう。縦の大きな曲線、ウェーブを持つヘアスタイルです。優雅、優しさ、円熟した経験を積んだ大人の女性、女性的などのイメージを持ちます。若さというより円熟した女性といったイメージになります。適当な優しさを持った男性を包み込んでくれるようなイメージを持ち、多くの男性が好きなスタイルです。縦の小さな曲線は大きなウェーブよりも若さが出てきて、躍動的、ファンキーなど若さがあるイメージを与えることができます。縦のミックス曲線、曲線の柔らかさと直線の持つ若さがミックスされ、両方を感じる線になります。途中までウェーブで毛先に向かって直線といったミックスしたウェーブのことです。ごく小さな曲線、ウェーブ。小さくなればなるほど棒状に見えて縦の直線に近くなります。例えばドレッドヘアです。個性的、若さなど日本ではファッション的とか個性的と言われていますが、逆に海外ではドレッドヘアのイメージが強くなり、レゲエミュージシャンや少しチープなイメージを与えます。まとめとして直線はシャープ、フレッシュ、または強さを感じさせ、若さを感じさせます。逆に曲線は柔らかさ、優雅、セクシー、円熟を感じさせます。このように線には異なった感情があり、これを使い分けることでシャープ、フレッシュ、柔らかさ、上品、優雅、ミステリアスといったニュアンス感情を表現することができるわけです。ヘアスタイルを考える上で必要な要素は8つになります。フォルム、形、美容でいうシルエットと言っていいと思います。テクスチャー、髪質、毛質、太い、細い、ドライ、オイリーなどです。バランスは平均感覚と重量で、しかもセンターから同じ長さで釣り合いが取れた状態を言います。ボリューム、分量、大きさ、容積、体積のことです。ライン、線、種に直線を意味し、曲線も含まれます。
ムーブメント、動きを意味します。シェイプ、ヘアで櫛できれいに溶かした状態を言います。カラー、髪の色になります。また別の機会にこれらの要素について説明しますが、カラー、色は最後に考えられる問題です。よくお客様が長さやヘアの形あまり変えたくないけどどうしましょうといった相談を言われることがあります。そのような時、僕が真っ先に考えることは、髪のテクスチャー、質感を変えることはできないか、もしくは髪の色で変えることはできないかを考えます。髪の色やウェーブをつけることで長さや形は変えなくても印象が変わります。そのような時にもパーマだったらどの大きさのウェーブにするか、色はどのような色がライフスタイルに似合うかなどを提案します。最後になりますが、線が持つ感情をよく理解することでお客様がイメージを伝える象徴的な言葉、若く、可愛く、セクシー、上品にといったような会話から私たちは形で表現しなければなりません。この線が持つ感情をよく理解することで言葉を聞いてお客様がイメージしている形に近い感覚に表現することが可能になります。はい、以上になります。今回はお客様が言うニュアンスをヘアデザインとしてどう表現するかについて深掘りしてみました。概要欄にブログと過去動画も記載しておりますので、よかったらご覧ください。気に入っていただけたらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。さようなら。